サワディカ、青空です。皆さん、バンコクの有名なお寺やデパート、それに夜市にもそろそろ行き飽きてしまっていませんか？今日ご紹介するのはバンコクのソンワット通りです。ここには100年以上の歴史が刻まれた古い壁やタイティーのほんのり甘い香り、そしてどこかほっとするような心地よい風があります。こうしたのんびりとした街のテンポが私にはちょうどいいんです。実は今のソンワット通りを作ったのは地元のクリエイターたちなんです。彼らが古い街の記憶を大切に守りながら自分たちの心地よい空間を表現し始めた場所なんです。それでは今日私と一緒に新しく生まれ変わったソンワット通りの息吹を感じに行きましょう。賑やかな中華街のすぐ隣にまるで時間が止まったかのような路地、ソンワット通りがあります。なんというか東京の静かな路地を歩いているような繊細さもありながら、アジアの長い歴史の面影も残っていて、本当に不思議な心地よさがあるんです。本当に旅というのはただ効率よく観光地を巡ることだけではないと思うんです。ソンワット通りにある建物の窓枠一つ一つ、剥がれかけたペンキの跡一つ一つに、かつてここで暮らした人々の物語が染み込んでいます。ただそこに行って肌でその空気を感じるだけでもう旅の価値は十分にあると思いませんか？タイのテレビ番組がここをロケ地に選ぶのもうなずけますよね。だってどの角度で切り取っても彼らのこだわり抜いた美学があふれているんですから。さあ、あのカフェから漂ってくる香りに誘われてちょっと覗いてみましょう。皆さん、これを見てください。伝統的なオレンジ色のタイティーの上になんと熱々のシューマイが並んでいます。一見ミスマッチな気もしますけど、なぜだかものすごく調和しているんですよね。一口食べてみると濃厚な甘みと天津のほのかな塩気が口の中で溶け合います。なんていうか全く異なる2つの文化がこの路地の奥で優しく握手を交わした、そんな味がします。実はこのお店のベースにあるのはとても歴史のある老舗なんです。でも若い世代の感性が吹き込まれたことで古い記憶が全く新しい物語へと生まれ変わったんですね。本当に素敵なストーリーだと思いませんか？さあ、お腹も満たされましたし、もう少し先へ歩いてみましょう。そういえばこの辺りを歩いているとふとした瞬間に視線を感じることがあるんです。ほら、あそこを見てください。剥がれかけた100年の赤レンガの壁に突如として巨大なストリートアートが
現れました。古いものと新しいものがお互いを邪魔することなく共存しているんです。こういう境界線の引き方、本当に素敵ですよね。これは日本の引き算の美学とも違うし、中国の力強い生命力とも違う、タイの若者たちの軽やかでどこか優しい自己表現なんです。そよ風が吹き抜けるたびにアートが街全体に溶け込んでいくような気がします。もしただコスパだけを求めて観光地を消費するような旅だったら、きっとこの壁画の前も素通りしてしまっていたでしょう。でも今私たちは五感のすべてを使って彼らがここに込めた息吹を受け止めているんです。古いものをすべて壊して新しくてピカピカの高層ビルを建てて、どこにでもある景色を繰り返すだけではクリエイティブとは言えないと思うんです。ここにしかない歴史の土壌があるからこそ、この最先端のセンスがこれほど眩しく輝いて見えるんですよね。歳月の傷跡さえも美しさに変えてしまう。この街を歩いていると、ありのままのあなたでいいんだよと優しく語りかけられているような気がしてきます。ちょっとセンチメンタルになりすぎちゃいましたかね。でもここには本当にそんな気持ちにさせてくれる特別な空気が流れているんです。さて次はあそこに見えるちょっと個性的で風変わりな雑貨屋さんを覗いてみませんか。ですね、こういうセレクトショップを見つけるとついつい足が止まってしまうんです。お店の中に漂う少しスパイスの混ざったシナモンの香りが心地いい。並んでいるのは大量生産された土産物じゃなくて、店主の審美眼で集められた一点物の食器や文房具。なんだか物たちが僕を見つけてってこともいているみたいです。自転車で巡回している観光客もいますね。風を切ってこの古い街並みを駆け抜けるの、それでも良いチョイスです。それぞれの速度でこの街を愛せればそれでいい。
実はこうして自分の好きを小さな空間に表現する優しさは、東京の裏原宿や上海のタコ坊の路地裏で出会ったあの感覚にすごくよく似ているんですよね。でもちょっと不思議に思いませんか？バンコクの他のエリアはどんどん近代的なビルに建て替わっているのに、なぜこの通りだけこんなに古い建物がきれいに残っているんだろう。ただのおしゃれなトレンドスポットじゃないんです。実はここバンコクという大都市が産声を上げた全ての始まりの場所だったんですよ。100年以上前、この川からどんな人たちが上陸し、どんな夢を見たのか、この美しい街並みが残された驚くべき歴史の秘密を少しだけほど聞いてみましょうか。さて、カメラのレンズを少しだけ過去に向けてみましょうか。この通り画面しているチャオプラヤー川、かつてここが世界とタイを結ぶ玄関口だったんです。100年以上前、大きな木造船に乗って中国の南部から夢と不安を抱えた無数の移民たちがまさにこの場所に上陸しました。彼らの最初の一歩がここだったんですね。なんていうか、生まれ育った故郷を捨てる覚悟、あるいは新しい土地で生き抜くという狂気。この通りの重厚な建築にはその当時のエネルギーがそのまま凍りついているんです。ですね、彼らは単に労働力として来たんじゃない米の貿易をはじめ、ここに巨大な市場を作り上げた、つまり現在のバンコクの経済と中華文化の原点がこの路地なんです。だからこそテレビ番組のロケ隊や院外歌いに選ばれるのもナットなんです。ただの銀杯の料理セットじゃない。ここには本物の生き抜いたドラマが染み込んでいるから。実は僕のルーツも少しだけその記憶と重なる部分があるんです。だからかな、このむき出しのレンガを見ていると言葉にできない不思議な懐かしさが胸にこみ上げてきて、故郷を離れ異なる文化の境界線に立ち、自分だけの居場所を作る。それは100年前の彼らも現代を生きる僕たちもきっと本質的には同じなんですよね。コスパとか効率とか、そんな小さな物差しじゃ測れない時間の重み、それをこうして静かな風と共に肌で受け取る。これ以上の旅の価値が他にあるでしょうか。でもそんな歴史を胸に抱きながら、今の若者たちはここでタイティーを飲んで笑い合っている。歴史を神格化せず、今の心地よさに昇華させているのが最高です。過去と現代が対立するんじゃなくて、優しく共鳴し合っている。この新旧のギャップがもたらす唯一無二の空気感こそが、ソンワット通りが僕たちを引きつけてやまない本質なんです。100年前の生きるための情熱と今の自分を表現する優しさ、その両方があなたの歩むその一歩に静かにエールを送ってくれているような気がしませんか？最後はあのチャオプラや川が見える秘密の場所へ。路地の奥を抜けるとふっと世界が広がるんです。目の前に広がるチャオプラヤ川、夕暮れの光が水面にキラキラと溶けていく。ここはソンワット通りの終着点。風が通り抜ける川べりに腰をもとろしてただ流れる水を眺める。これ実は僕が一番贅沢だと思う時間なんです。ですね、旅の計画をきっちり埋めてスマホの画面ばかり見ていると、目の前にある今この瞬間を取りこぼしてしまうんですよね。もったいないな、ここに座っていると。
100年前の移民たちの静かな呼吸と今を生きる若者たちの軽やかな笑い声が川のせせらぎに混ざって一つに溶けていく気がします。変わっていくものと変わらないもの、その両方があるからこそこの街はこんなにも優しくて私たちの心をじんわりと満たしてくれるんでしょうね。日本でも中国でもそしてこのタイでもみんな自分の境界線を探しながら生きている。でもここに来るとそのままでいいんだって風が教えてくれるんです。コスパや他人の評価を手放した先にしか見つからない美しさがある。ソンワット通りを歩くっていうことは自分だけの心地よさを取り回す旅そのものなんです。なんだか心がすっかり軽くなっちゃいました。皆さんも画面越しにこの穏やかな空気少しでも届いているといいな。誰かの決めたルートをなぞるだけの旅はもうおしまい。次のバンコク旅行ではぜひあなたの足でこの不思議な路地の呼吸を確かめに来てください。100年の歴史が紡いだ新旧が溶け合う奇跡の街。このソンワット通りの静かな余韻があなたの明日を少しだけ優しく照らしてくれますように。さて、今日も最後まで僕と一緒に歩いてくれて本当にありがとうございました。皆さんとこうして静かな時間を共有できてすごく嬉しかったです。伝統を壊さずに最先端のカルチャーが優しく芽吹くソンワット通り、本当に何度来ても愛おしくなる場所です。皆さんはどう感じましたか？もしあなたがここに行くなら、あの伝統とモダンが合体したタイティシューマイと川沿いで何もしないのんびり時間、どちらを一番体験してみたいですか？ぜひあなたの心地よさの物差しをコメント欄で教えてくださいね。ですね、皆さんからの言葉を読むのが実は僕の毎日の隠れた楽しみなんです。もしこの動画であなたの心が少しでもほぐれたなら、チャンネル登録と高評価で僕たちの旅の仲間になってもらえると嬉しいです。それではまた次の美しい路地裏で。